お酒とかって地元の水とか環境を代表する部分がありますので、我々がいいものを作っていくことによってこの地域のイメージが上がって、いい人たちがこう集ったり、そこに住んでみたいと思ったりっていうような感じで、この地域なりこの酒蔵なりが継続的に回っていけばいいのかなとは思ってます。瀬戸酒造店代表取締役をしております森高信と申します。1860年の創業なんですけども、1980年に一度自家醸造を中断してまして、こちらを引き継いで、再開をしたのが3年前なんですけども、お酒の原料のお米はその普通の食べるお米よりも少し高く売れるんですね。この辺りはその農業が中心の町なので、お米が高く売れると農家さんの収入が増えると。日本酒の蔵が復活すれば、そのお酒の酒米を買うことができるので、この地域の経済が循環すると。28の時から酒造りをやってます。小林幸男と申します。瀬戸酒造店の杜氏をやっております。精米されたお米、ポリッシュドライスが入荷してきて、それを10キロ単位で洗うっていうことで、表面についたぬか分とか粉みたいなものをきれいに落とし去って、それから適度に吸水をさせて、翌日蒸しっていう工程に入るんですけどね。麹を作るために運び上げるもの、元を立てるために運び上げるもの、仕込みの方に行くものっていうのが同時並行で進んでいく感じになります。麹は1日目は種付けといって、種もやしといって木麹カビっていう菌があるんですけどね、それを振りかけて適切な温度で一晩寝かせます。そうすると胞子にある程度自分が生きやすい環境だよっていうことを時間をかけて情報を与えるわけです。そうするとその胞子が開いて活動を始めるっていう形なんですけど、そこに行くまではまず1日目で、活動が始まるともう急速に温度が上がってしまうもんですから、それを小分けにして管理していくっていう形になります。2週間かけて、酒母というスターターを作って、
全体の 6% ぐらいの量のお米を使って小規模に酵母を純水培養します。でそれの力のあるものをまず作って、それから徐々に4日間かけて3段階に物量を徐々に増やしていくっていう仕込み方をします。その仕込みが終わると約30日ぐらいで発酵が終了っていう形になって、酒粕とお酒を分けてそこで出来上がりっていう形です。飲んでくださったお客さんが喜んでくだされば、私はもうそれで万々歳だと思ってますので。